病院内にあるいろんなトイレのパターンを行ってどうやって乗り移りするか、どうやってそこでズボンの脱ぎはぎをするか。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は私下半身麻痺になってもう6年経つんですけど、私自身が入院中にリハビリとか入院期間中にこれもっとやっておいたらよかったなとか、これ練習しておいたらよかったなとかっていうものが私自身が実践したことだったりがあるので、なんかそれを皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。入院中の方も今見てると思うし、もう退院しちゃったよっていう人もいると思うけど、例えば通院リハやってる人とかもいたりするし、やっぱり車椅子生活してる中でこの技術とかこういうのが知識としてあったら今後も役立つと思うので、別に今からでも遅くない、やったことないなとかまだやれないなとか知らないなっていう人はぜひこの動画参考にしてほしいのと、あとは入院中の期間ってもほとんど決められてたりしてて、そこまでいけないよとかっていうこともあるかもしれないけど、でも時間を見つけてやったりとか、リハの人たちも含めて本人も医療従事者の人もやっぱりこういうことをさせておいた方が本人のためだっていうのをちゃんと理解した上で聞いてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ状態としては私の状態のお話になるから、私より下の人なんかもう全然余裕だと思うけど、私より重度の人ってなると合わない感じのパターンもあるかもしれないんですけど、まず私の話でいきますね。高めのベッド、低めのベッドの異常っていうのをやった方が良かったなっていうのがあります。私自身もやったけど、車椅子から降りて下から上に上がるっていうトレーニングをやりました。ただやっぱどうしても自分のこの腕の長さとか身長差とかっていうのもあって、うまく結局習得できてないところもあったけど、そうじゃなくてある程度自分で異常できるようになったなっていうことができれば、車椅子からベッドに行く時を結構下げてみる、こんくらいとか結構下げた状態でやってみる、または車椅子からベッドまでの高さを上げてみる。多分ベッドを上げるってことを多分ほとんど下げることはあったとしてもベッドを上げるっていうことはしないと思うんだけど、なんでかっていうと、やっぱり旅行に行きたいとかってなったらいろんなベッドの高さがあるわけですよ。日本もそうだし、特に海外に行けば海外のベッドって高かったり、あとは私はね、脱毛とかエステとか行きたいってなった時にやっぱりそういったエステとか脱毛のベッドってちょっと高い場合が結構あるの。だからその時の乗り移りで少し誰かサポートしてもらえればちょっと肩貸してくださいとかっていうレベルで行けば行けたりするっていうのもあるけど、とりあえずそういったベッドの高さがどう変わったとしても一人で乗り移りができるっていうのを車椅子ベースでやってみるっていうのが私はあんまりしなかった。地面から上がるとかっていう練習はしたけど、車椅子ベースでベッドの高さ違うっていうのをやらなかったから、それやってた方が習得できてた方がより外行っても楽なところ多いなっていうふうに思いました。それに伴ってだから床トラっていうのも今ね全然しない病院もあるみたい。床トラ練習なんてしない病院もあったりするし、床トラに関しては車椅子がどうかっていうのもあったりするんよね。まだ自分の車椅子じゃない中で入院してて、その車椅子ではできたけどいざ自分の車椅子作ったらできなくなったとかっていうパターンもあったりするけど、まずはどういう感じで床トラしたらいいかなっていうのを体に覚えさせたり、そのためのだから筋力作りっていうのを覚えた方がいいかなっていうふうに思いました。床トラできるっていう自信があれば本当にまた行動範囲って広がっていくと思います。私自身結構もう体が硬くなってできなくなってきたのもあるんだけど、もともと苦手だった、床トラはもともと苦手だったの。今思うとやっぱり
普段生活してる中でやばいこけたとか、例えばお風呂から床取らしますっていう時に思うのは、やっぱ足が滑ると全然できない。床トラはやっぱ靴を履きながらの練習の方がすごいうまくできるなって思うけど、でも靴を履いてない状態でもできたらマジで最強だなって思う。そこはもうね、めちゃくちゃレベルが高い話なんだけど、いろんなパターンがある中で自分だったらどのパターンで上がってこれるかなっていうのをやってみた方がいいと思います。で、あとは車椅子トイレ以外でのトイレ以上っていう、またズボンの脱ぎはぎ練習っていうのは結構大事だなと思いました。私自身もう担当の PT さんにお願いして、バリアフリートイレだけに行けるわけじゃないと思うっていう話をしたから、だから病院内または作業療法室 OT 室のトイレとか借りて、例えば片側にしか手すりがないパターンとか、本当にザ個室で車椅子が一応入れるスペースの個室とか、いろんなトイレのパターン、病院内にあるいろんなトイレのパターンを行って、どうやって乗り移りするか、どうやってそこでズボンの脱ぎはぎをするかっていうトレーニングをさせてほしいっていうお願いをして、そういうのを退院前に身につけることができました。やっぱりそれができた方が、バリアフリールームでも手すりがないところのバリアフリールームもあるし、片手すりしかないパターンのところもあるから、そこでじゃあ車椅子をうまく手すりとして片手すりとして使ってやってみるとか、なんかそういった方法があるので、そういうトレーニングもやってほしいなって思います。以前画質は荒いんだけど、どうやって手すりがないトイレでズボン脱ぎはぎしてるかっていうのも上げたことがあるので、よかったら見てください。またタイミングがあれば撮影していこうかなというふうに思います。で、あとは、やっぱキャスター上げですね。キャスター上げも車椅子自体がアクティブ用の車椅子じゃない中で生活してる積損の人も結構いるから、それでキャスター上げ練習しろっていうのはすごい難しい話なんだけど、でもやっぱりキャスター上げができないと本当に一人で出歩けなかったりするので、キャスター上げの習得と、その中でのやっぱ段差を超える、キャスター上げして段差超える。国立派の場合は2センチ段差、3センチ段差、5センチ段差っていうのが体育館の横にあって、どうやったらその段差を超えていけるかっていう練習とかをしたので、私がこれ習得したかったなって思ったものの一つとしては、キャスター上げながら坂道降りたり、キャスター上げながら段差降りれるっていうのが本当は習得したかったなっていうふうに思う。なんかそこも私結構緊張強かったりして、車椅子の作りにもよるんだけど、上げながらやるっていうのが私は今の車椅子じゃできないのね。多分病院でも安全面を考えて、そもそも転倒防止バーついてる車椅子だから、転倒防止バーついたままでキャスター上げしながら降りるとか下るとかってさせてもらえないんだと思うんだよね。でもそれができることによってやっぱり一人で行動する時がいろんなことできたりするから、昔受賞した人たち、はそういった訓練っていうのもたくさん受けてて、入院期間も長かったから、そういった車椅子のレベルっていうのがすごい上がってるんだけど、最近怪我した人たちっていうのはでも自分で退院してから練習したりしないと、なかなかそういったのができない人の方が多かったりするんですよ。だから時間ある中での優先順位はちょっと低いかもしれないけど、車椅子で遊びながら学ぶっていうことも大事かなと思います。あとはマッサージケアの方法を習慣化することっていうのは一番大事なのかなって思いました。私自身もともとそういった柔軟っていうのをするような人間じゃなかったし、そういった習慣化するっていうのもすごい苦手な人なんだけど、でもやっぱり車椅子になってからはその動かせない部分をマッサージするって本当にみんなに大事だよって言ってるけど、私自身もやったりやらなかったりがあるけど、でも本当に大事だと思います。
足のしびれが強い人とかもマッサージして血流良くした方が取れたりする場合もあるから、それを習慣化する。でどんなマッサージ方法が自分でできるかなっていうのを PT さんと考えて、朝起きた時とかまたは夜寝る前とか、柔軟座ったままで伸ばしてないようなハムとか膝裏とかをどうやったら伸ばせるかなって、どうやったらちゃんと伸びてるかなっていうのを自分自身だけじゃなくて PT さんとかと話しながら、そのケア方法を学ぶ。でそれを習慣化させるっていうのが大事だと思います。それに伴ってやっぱり筋肉の名前を覚えた方がいい。私は入院してすぐに筋肉、体のことを学びました。すごい完璧に学べてるわけではないけど、でも、お兄ちゃんがそういったトレーナーさんをやってたりするから、お兄ちゃんからその筋肉の本を借りたり、あとは友達から病気が見えるっていう、その整形部門の体のこと、神経のことが分かったり、そういった医学書ってほどではないけど医療の人たちが見て学ぶような本を見て、体ってどういう風にできてんだろうなとか、ここの筋肉ってどういう風についてどういう機能があるんだろうなっていうのを完璧じゃないけど少しずつ勉強するようにしました。その方がずっと言ってるけど、筋トレもただただ筋トレするんじゃなくて、今ここの上腕二頭筋に今すごい効かせてるんだって思ってやった方が筋トレの向上率って上がるっていうのと一緒で、重たい下半身を持ち上げながら乗り移りをするっていうような動作をする時に、はい背中を使いましょうとか、はいここに力入れてくださいねとか言われると思うんですけど、イメージができないと今まで考えずにやってたこととか、やらなくていいようなことだったのを考えながらやらないとできないっていうのがやっぱり異常だったりすると思うの。床トラもそうだし、だからちゃんと感覚はない、または考えたことないその筋肉をちゃんと頭の中でイメージして、ここに力を入れるんだっていう意識をちゃんと持てることがリハビリの向上にすごいつながると思うんです。私はそうだった。背中に力入れてとかじゃなく、広背筋に入れてとか、そう言って言われた方が私はすごい学べたので、だから私はね、有料のアトラスっていうボディアプリを入れてるんですよ。こういうのもめっちゃ医療系の人とかが持ってると思うけど、こういう風に本当にリアルに人間の体が出てきて、男子女子っていうのがあって、でこれ今皮膚だけど皮膚じゃなくてこういう風に筋肉をそぎ落として見ることができたりするの。だからこういうのを使って、ここにこの筋肉があるんだな、この筋肉はこういう名前なんだなとか、神経とか全部見れるから、有料版だけど1回買ってしまえばっていうようなやつなんで、それを暇な時こうやって見ながらいろんなところの筋肉を押して名前を覚えてみたりとか、リハしてる時にこれ使ってやったりっていうのを今やってる。ちょっと初期の時はこのアプリを入れてなかったけど、ネットで調べてこの筋肉ってここなんだとかっていうのをその当時はやってて、今はこのアプリ入れながら分かんない時は、イメージつかない時はちゃんとこれで見て、ここのこと言ってますかっていうようなことを聞きながらリハしたりしてた方がやっぱりイメージついて、私はすごくやりやすいなって思うので、体のことをちゃんと自分の筋肉のこと、体ってどういう風にできてるかっていうのをある程度やっぱ知識を入れるっていうのが大事だと思います。であとは、トイレ管理、薬管理っていうのも大事になってくると思うんですけど、やっぱそのトイレに関して便秘な人、難便の人2パターンいると思います。でやっぱりどうしても病院にいる中で薬管理っていうのがされたりすると思うんですけど、私は入院中こそその薬の管理をいろいろ試してみれる時期だと思うんです。だから一番初めは最大マックス量を、その筋肉の薬とかも最大マックス量飲んでたけど、当時26年間何歳で死ぬかわからないけど60、70までこの容量をずっと飲み続けるってマジで体に良くないなって私は思ったから、マックス容量飲まないと生きていけないのかっていうのをその時すごい試した。今は
しびれとか筋肉のこの痛さとかはあるけど、でもマックスじゃなくてこれくらいの容量にしよう、本当にひどい時はこれを自分で付け足そうっていう、そういった考えの中で薬管理してるし、トイレの場合も私は難便体質なのですごい漏らしてしまったりっていうことが多々ありました。でもその失敗も入院中だからこそ看護師さんとかが手伝ってくれて、お片付けっていうのもしてくれるから、どういうのでお腹下すのかなっていうのを、例えばそういった土日の時、外食できる時に試してみて、やっぱりこれ下すなとかっていうのをやったり、そういった実験、本当に何を食べてどれくらいどうで、そしたらどう失敗するのかとか、何をどれくらい薬飲んだらどういう効果があるのかっていうのを、自分が自立し始めた時のリハビリ病院の時の期間って4ヶ月くらいしかないけど、その期間の中本当にやれるだけやっていっぱい失敗しました。やっぱり失敗しないとわからないこともたくさんあるので、入院中はそういった失敗を恐れずにいろんなことをチャレンジして、いろんなことを試してみて、自分の体と向き合って自分の体を知るっていうことをやってみた方がいいのかなと個人的には思います。入院中にできることっていうのは、異常練習とかっていうのが多分一番初めに出てくると思うので、そういった異常練習の中で決められた異常練習も大事だけど、そうじゃない、もっとじゃあ旅行に行った時こういうシチュエーションがあるかなとか、お家以外の出先でこういうシチュエーションがあるから、これに対応できるようなリハをするっていうことも大事だと思うので、ぜひそちらもやってみてください。もう退院して普段の生活してる人の中で考えたことなかったなっていうところで、マッサージとか、あとは自分の筋肉のことを知るとか、あとは まだまだなかなか便の管理が難しいなっていう人は、家にいる時だけは失敗してもいいっていうことにして、私もだから家にいる時に、例えば牛乳だったらコップ1杯飲んだらお腹下すのか、コップ2杯飲んだらお腹下すのかとか、牛乳寒天だったらお腹下さないのかとか、プリンも卵多めのプリンがいいのか、ミルク多めのプリンだったら下さないのかっていうのを、すごい私はめちゃくちゃ本当に初期の頃いっぱい試して、すんごいずっとうんち漏らすことなんて本当に初期の頃はたくさんありました。それでやっぱりこれくらいの牛乳量ダメなんだなとか、いろいろ考えて取らないようになって、ゼロではないけど本当に漏らすことっていうのが前よりは少なくなったのかなというふうに思います。便の管理についてはまた違う動画で最近発信してるので、ぜひそちらも見てください。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。You're